こんにちは、ゆうかです。今私は北海道の函館に来ています。今日は津軽海峡フェリーに乗って北海道から青森に渡ってみたいと思います。前に新幹線で青函トンネルは通ったことあるんですけど、今回フェリーでの移動は初めてなのでいろいろレポートしていきたいと思います。じゃじゃん、ここが津軽海峡フェリー函館ターミナルです。函館駅からは車で10分くらいのところにあってアクセスはすごく良かったです。津軽海峡フェリーは前からずっと乗ってみたかったんですけど、最近新造船のブルーグレイスが就航したことでもとっても話題の航路なんですよね。お、ブルーマーメイド発見。てけー、名前が可愛いですね。このブルーマーメイドっていう名前は海の童話にちなんで付けられた名前だそうです。船の側面にはでっかく津軽海峡フェリーとイルカが描かれています。津軽海峡フェリーはイルカが見れると有名なフェリーなんですけど、今日は見れるかな。春が一番見えやすくて、今日はイルカいるかな。でもきっと日頃の行いがいいからいるはず。いるか。そして向かい側にはなんだこれ、めちゃくちゃ愉快なフェリーがいますね。気になるけど今日は浮気せずに津軽海峡フェリーに乗ります。お、見て見て、ハートの鐘があるよ。出港まで少し時間あるから鳴らしてこようかな。函館ターミナルウッドデッキハートのモニュメント。じゃあお願い事しとこっかな。今日はイルカが見れますように。お願い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 。それじゃあ早速フェリーターミナルの中に入っていきますか。まだ朝が早いからお店が全部閉まってますね。お腹すいた。朝ごはんはもちろん食べていません。こんな感じになっていて、空いてたらとっても楽しそうですね。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。見て見て、海峡サーモン丼とかラーメンもあるよ。うまそう。今の時間が6時36分でオープンが10時なので全然ダメですね。惜しくもない。あと3時間半か。メールで事前に届いていた QR コードをこの機会にかざして無事にチェックインができました。あとは乗船開始時間を待つだけです。それでは早速乗船開始の時間になったので乗船していきたいと思います。乗船する人が私しかいないんですけど、これ大丈夫かな。人いるかな今日。なんか駿河湾フェリーを思い出しますね。でも予約段階では結構お部屋が埋まってたんですよ。だからみんな車で乗船するのかな。あ、そう、今日は初めてのスイートのお部屋なんですよ。めっちゃ楽しみなんだよね。どんなお部屋なのかな。ボーディングブリッジが結構長いですね。寒い。北海道寒すぎる。じゃーん、無事に乗船できました。船内はとても綺麗ですね。とりあえずお部屋に向かいましょう。また後でこの辺は紹介しようかな。スイートどこだ。あった。スイート上かな。登ってみましょう。私の部屋は404。それじゃあ早速初めてのスイート入ってみましょう。楽しみ。せーの、オープン。じゃーん。おー、すごい。さすがに過去一のお部屋じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗。
もうホテルじゃんこれ。すごい。窓からの景色はどんな感じかな、見てみよう。じゃん、こんな感じです。お、さっきの愉快なフェリーがいるぞ。誘惑してくるな。それじゃあお部屋紹介してみたいと思います。まず入り口のすぐ右側には洗面台があります。洗面台めっちゃ綺麗なんだよね。もう清潔感がすごいです。こんな感じで鏡ももちろんついています。イエイ。そして反対側にはなんだろうこれ、ちょっとスイートすぎて使い方がわかんない場所がありますね。このクローゼットの中にはいつも通りハンガーが2つと、あとはパジャマが置いてあります。今日は着る機会あるかわかんないけど、せっかくだから着たいな。ここのクローゼットは何だろう。あ、さっきと同じだ。クローゼットが2つもある。スイートなかなか寄りますね。そして本題のお部屋の中にはベッドが2つ。これはシングルサイズかな。シングルサイズのベッドが2つあります。なんかクッションの並べ方が高級ですね。こんな並べ方したことない。向かい側にはテレビだったりおしゃれな照明があります。そして窓の近くにはめちゃくちゃ座りやすそうな椅子が2つ。おお、これはいいですね。ここで余裕で10時間は過ごせそう。あとは部屋の隅っこには冷蔵庫が1つあります。スイートルームだからもしかしてお酒入ってたりするのかな。あ、空っぽだ。さすがにそうですよね。あとはこんな感じのスペースがあったり、ここにもクローゼットがあります。この中にはお茶セットがあります。緑茶とコーヒーを作れるそうです。そして洗面台の横にはじゃん、お手洗いがあります。私は行かないんですけどね、とても綺麗です。トイレの先にカーテンがあって、おお、こんな感じでシャワーとバスタブがついています。フェリーの個室でバスタブついてるのはさすがに初めてだ。すごい。しかもなんかシャワーヘッドもちょっといいやつじゃないですか。今日シャワー浴びるかな、使わないかな。でも使わないともったいないよねこれ。こんな感じの部屋になっています。今の時間が7時26分なんですけど、フェリーの出港が7時40分なので少し休憩して出港を見届けに行きたいと思います。展望デッキにやってきました。ここで出港を見届けたいと思います。これがフェリーから見える函館の景色です。函館には今回3日間ぐらい滞在してたんですけど、結構満喫できたんですよね。動画にはしてないんですけど、お寿司食べたりとか、あとあそこにちらっと見えるタワーがあるんですけど、そこの五稜郭公園に行ったりもしました。めっちゃ楽しかったな。船の出港準備をしていますね。なんかザブンってなった。なんだろう。お、フェリーが動き出しました。バイバイ函館、また来るよ。あそこに見えるのが函館山ですね。津軽海峡冬景色。今日は意識して白い服を着たわけじゃないんですけど、雪コーデですね。真夏の津軽海峡を楽しんでいきたいと思います。本日も津軽海峡景色をご利用いただきまして誠にありがとうございます。お客様へご案内申し上げます。本日はただいま出港いたしました。それではフェリーの出港を無事に見届けられたので、船内探索をしてみたいと思います。ここが乗船した場所になるんですけど、入ってすぐにこっちに売店があります。売店はこんな感じになっていて、他のフェリーとちょっと違った雰囲気がありますね。また後でじっくり見ようかな。そして反対側にはこんな感じで流し場があります。
カップラーメンとか作れるのかな。ここでお湯を注いでさっきのとこでこぼせたりできますね。カップラーメンこぼさないかそしてこのフェリーにはレストランがないんですよ。なのでこの自販機で食べ物を買う感じになっています。あとアルコールも売られています。今日は3時間40分しか乗船時間がないのでさすがに飲まないですけどね、我慢します。エントランスはこんな感じになっていて、座って休憩できるところも結構多いですね。そしてここの階段を上った先に私の部屋があります。階段を上るとこんな感じになっていて Wi-Fi がついていますね。嬉しい。でもずっと陸に近いところを渡っているので電波が切れることはなさそうですね。5階のマップはこんな感じになっていて、ほとんど客室ですね。私はここの404のお部屋で、こっちに行くとコンフォートシングルのお部屋があります。これなんだろう、ピアノかな。ゲーセンか皆さんお待ちかねのキッズルームはこんな感じになっていますおもちゃ一つしかない。アンパンマンの乗り物と、あと UFO キャッチャーも一つだけありますね。でも今日はいいか、やめときます。あとはシャワールームがついてますね。大浴場はないんですけどシャワーは浴びれるから嬉しいですね。今は誰も人がいないんですけど、中はこんな感じになっていて、一人一人入れる個室になっていますね。このタイプのシャワーさ、いつも頭の上から冷水出してやらかさないですか？私だけかな。こんな感じのシャワールームが4つついています。反対側にはドライヤーもついているので便利ですね。ここを押すと、風が弱い。3時間しかないからこれは結構時間かかっちゃいそう。そしてこっちの方に行くとビューシートがあるそうなんですけど、これが結構津軽海峡フェリーでは目玉のシートなんですよ。ちょっと覗いてみますか。ここでも座って休憩できるから景色を眺められていいですね。ビューシート見てみようと思ったらチケットがないと入れないそうです。チーン。わかりやすくビューシートの画像を貼っておきたいと思います。ビューシートっていうのはフェリーの船首側に設けられた大きな窓から海を一望できる指定席タイプの座席で、座席はリクライニングがほぼ180度までしっかり倒れて、あとコンセントもついていて PC 作業とか読書とかもできるそうです。あんまりこの辺でうろうろしているのもあれなんで逃げろ。そしてここから先はスタンダードの部屋になります。ここは見学 NG じゃないよね。大丈夫だよね。よし、書いてない。行こう。こんな感じの部屋になっていて誰もいないですね。ほぼ貸し切り状態。こんな感じでテレビもついていてゆったりくつろげそうですね。今回乗船時間も3時間40分なので、こういう雑魚寝タイプの部屋でも全然大丈夫そうですね。私も前回沖縄に行った時に雑魚寝タイプのお部屋を使ってみたんですけど全然余裕でした。なので大丈夫そうですね。売店の中はこんな感じになっていて、北海道のお菓子白い恋人とかジャガポックル、あとはブルーマーメイドのグッズが売られていますね。このデザインめっちゃ可愛くないですか？私5000円集めているんですけど、このデザイン可愛くて嬉しいな。他にもブルーマーメイドのグッズがたくさん売られています。イルカだ。今日イルカが見れたらこれ買おうかな。自販機でご飯をゲットしてきました。カニ飯とウニバターおにぎりと、あとはごぼう揚げ。お腹が空きすぎてるのでちょっと暴れます。それじゃあいただきます。いや、これは違うんですよ。
今回は運賃が安かった分ちょっとビールで還元させていただきます。カニ飯めっちゃうまそう。やっぱ北海道は海鮮が美味しいのでカニ飯も絶対美味しいよね。美味しい。美味しいんだけどあんまりカニ要素はないかも。あ、そんなことない。後からカニが来る。さっぱりしてて美味しいです。気になってたごぼう揚げ。このごぼう揚げはなんかどこかのお店とコラボしてるのかな。何のキャラクターだろう。美味しい。レストランがなくてもこうやって自動販売機で食事を用意されてるのは嬉しいですね。待って、イルカじゃない？あれなんか今イルカみたいなお魚ぴょこって出てた。でも一瞬しか見れなかったからイルカかどうか分かんなかった。そう、さっき売店に行ってきたんですよ。何を買ったかというと、じゃーん、私が集めている5000円です。今回函館青森航路なのでちゃんと函館から青森のブルーマーメイドの5000円を買いました。デザイン超かわいい。過去一レベルに可愛くないですか。5000円とあとは白い恋人を買いました。これはお家に帰ってから食べようかな。白い恋人大好きなんですよ。ゲットできて嬉しい。中にこんな感じでウニが入っていてめちゃくちゃ美味しいです。でもこのおにぎり500円ぐらいしたんですよ。ちょっと高くない？まあでもウニは高いからそんなもんか。今日はすごい早起きをしてこれが1食目のご飯なのでめちゃくちゃ美味しいです。私が乗ったフェリーは7時40分発だったんですけど、ここに6時ぐらいに着いてたいなって思ったので今日は4時に起きたんですよ。でも私が乗ったこのブルーマーメイドのフェリーはこれでも8便でこの前に7便も運航してるんですよ。めちゃくちゃ早くないですか。この航路には3つのフェリーがあってブルーマーメイドとブルーハピネスとブルードルフィンがあるんですよ。しかもこのフェリー早朝から深夜まで運航されていて、朝は3時20分からで夜中は2時5分までやってるんですよ。ほぼ休憩なしでずっと運航してますね。23時間動いてるのか、すごいな。今日は朝がすごい早くて少しうたた寝してました。もうご覧の通りすっごく豪華で本当にホテルの一室みたいで、これが1万円以下ってやばくないですか。窓が飾られている絵画みたいでずっと移り変わる景色を楽しめてすごい贅沢な気分を味わっています。正確に言うとここの部屋の料金は1人で9640円でした。ギリギリ1万円しないくらいで、スイートルームをこの価格で使えるのはこのフェリーくらいじゃないですか。だいたい他のフェリーって何万もしちゃうからいつも手が届かなくて諦めちゃうんですけど、これはもう見た瞬間よし初めてスイート行ってみようって思いましたね。ちなみに一番安いお部屋が大広間スタンダードで3080円で乗れます。でその次がビューシートでこれが3690円で、その次がコンフォート S で4320円で、その次が2名定員のスイートで6200円で乗れるんですよね。ただここの部屋は定員が2名なんですよ。なので1人で乗ると貸し切り料金がプラスされて3440円が足されちゃうんですよね。まあそれでも1万円以下でこのスイートルームを利用できちゃうのはすごく魅力的ですよね。ちなみに私が前に乗ったグランクラスは1万5000円かかるそうです。それと比べるとフェリーの方が安く移動できるし、こんな贅沢できちゃうからフェリーの方がいい気もしますね。新幹線で海底トンネルを制覇して海で海上を制覇したから、次は
パラグライダーとかで空の上を制覇したいな。テレビもつけてみたんですけど、マップが表示されているんですよ。今ちょうど青森県に入ってきたあたりで、下北半島の西側にちょうどいるんですよ。あと1時間ぐらいで青森港に着きそうですね。到着が少し早まっていて、11時20分到着の予定が11時8分になってます。私がちょっと寝ちゃったせいで、あと1時間しかないんだよね。あと1時間楽しもう。イルカ探しにやってきました。なんか調べた情報によると、青森港に着く1時間前くらいが一番イルカが見れるらしいんですよ。ちょうど今の時間ですね。あ、ちょっと待って、これじゃ髪のせいで何も見えない。イルカどころじゃない。しばらく目を血眼にしてイルカを探したいと思います。さっきからずっと海を眺めているんですけど、イルカがいる気配がしないです。一向に出てこないな。しばらく見てたんですけど、イルカはいなかったです。これも日頃の行いか。船内ゴミ拾いでもしようかな。あ、こんなところに使い終わったトレイが。これ返却してあげよう。こうやっていいことをすればイルカがきっと出てくるはず。よし、返却完了。イルカ待ってます。お、すごい。ブルーマーメイドにちなんで人魚のオブジェが飾られています。かわいい。お、こんなところにも人魚がいる。ちょっとエッチですね。あとは至る場所に貝が飾られてあって、金ピカの貝、綺麗です。お、こんなとこに船長の帽子がある。かぶってみるか。こんにちは、船長の鈴木です。この動画を見てる人の中にイルカに会ったことある人はいるか。ちょっと恥ずかしいな。逃げろ。今船内の Wi-Fi をつないでみたんですけど、こんな感じで動画は普通に見れますね。結構早いと思います。船の揺れも全然なくて、一応今日酔い止めは飲んできたんですけど、酔い止め飲まなくてもいけましたね。余裕かりんです。さっきからずっと窓の外を眺めているんですけど、一向にイルカが見つからないです。まさに404ですね。フェリーからイルカ見れた人ってどの航路で見れてるんですか？おすすめのイルカが見えるフェリー教えてください。私もイルカ見たいよ。てかこの画角から見ると本当にホテルにいるみたいじゃないですか。それか病人。あと下船まで20分くらいなんですけど、絶対にイルカを見つけるぞ。やばい、眠くなってきた。ちょっと寝よう。お、見て見て、津軽海峡フェリーいる。雪合だ。あれは何だろう。ドルフィンかな。バイバイ。下船前に気づいちゃったんですけど、こんなとこにゲーセンがありました。UFO キャッチャー1個しかないなって思ったらたくさんあった。見て、これあれじゃん。イカゲームのコンギ。これ撮ってみようかな。お願い。撮れない。待って、もう一回ラスト。見つけるのが遅かったから、ちょっと今日は時間ないからこの辺にしとこうかな。
悔しい。本日は津軽海峡フェリーブルーマーメイドをご利用いただきまして誠にありがとうございました。フェリーが青森港に着岸しました。あっという間の3時間40分経った。それじゃあ降りる準備をしたいと思います。青森港に到着しました。初めての青森上陸。津軽海峡フェリーでは今日はイルカを見ることができなかったんですけど、まためげずにリベンジしたいと思います。いやーでも初めてのスイートルームめちゃくちゃ良かったな。自分でもびっくりするくらい綺麗に寝落ちしちゃったし、スイートルームの良さを知っちゃったので、これからもいっぱい利用していきたいと。無理か。ちょっとまた使える日が来るといいですね。今日は3時間40分しか乗船時間がなかったんですけど、もっとたくさん乗ってたかったな。でもそしたら料金も割増になっちゃうか。フェリーに Wi-Fi もついていたんですけど、ずっとネットはつながってて Wi-Fi つけなくても使える感じでした。視聴者の方でイルカが見えるフェリーを知ってる方がいたらぜひコメントで教えてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。